台湾の化粧品 PF、特に色素の分類やリスク評価の計算って聞いただけでうわ頭痛痛いってなるフォーミュレーターの方多いんじゃないでしょうか。確かに複雑で見えない迷路みたいですよね。でもご心配なく。今回の解説ではこの難解なルールを視覚的にすっきり分解して今日からすぐに実践できる確固たる土台を一緒に作っていきますよ。さて今日の流れですがまずは台湾 FDA による色素の分級ルール、次に実践的なリスク評価表の作り方、そして気をつけたい毒性の落とし穴、最後にコンプライアンスとラベル表示のコツについてサクッとでもしっかり深掘りしていきます。では早速最初の大きな壁、台湾 FDA の色素の4つのルールの解読から始めましょう。はい、これめちゃくちゃ重要な4つの分類です。第1類はすべての化粧品に OK、万能ですね。第2類は目の周りはダメ。第3類になると粘膜も NG。そして一番厳しい第4類は使ったらすぐ洗い流すリンスオフ製品限定なんです。肌にずっととどまるものから洗い流すものへ条件がどう厳しくなるか一目瞭然ですよね。ちょっと具体例で比べてみましょうか。例えば CI11920、これは第1類なのでヘアカラー以外ならどこでも使える超優秀な色素です。でも第4類のピグメントグリーン 8、CI106 はどうでしょう。これ洗い流すのが絶対条件なんですよ。もしこれをうっかり洗い流さないフェイスクリームに入れちゃったら、はい、その PIF は即座に無効、アウトです。事前のクラス分けチェックって本当に命取りなんですよね。とはいえルールには必ず例外や細かい条件がつきものです。例えばナノ材料、カーボンブラックがナノレベルだと20ナノメートル以上で上限 10%、 しかも吸い込む可能性のある製品には絶対使っちゃダメっていう厳しい縛りがあるんです。ただちょっとした抜け道もあって、台湾のリストにない色素でも EU、アメリカ、日本のどこかで公式に許可されていれば承認される可能性があるんです。でも CI11380 みたいな19個の絶対禁止成分にはこの裏技は通常しないので気をつけてくださいね。さてここからは実践編です。実際にどうやって色素の分類を整理してリスク評価表を作っていくのか、具体的なステップを見ていきましょう。安全評価って要は規制の迷路を抜け出すための確実な地図なんですよね。でその地図を作るための絶対的な3ステップがこれです。まずステップ1でハザードの特定、成分の危険性を見極める。次にステップ2で暴露量の計算、実際に人の体や肌にどれくらい触れるかを数値化します。そして最後のステップ3で安全域、いわゆるマージン・オブ・セーフティを算出する。この3本柱をしっかり立てることであなたの PIF はぐっと強固なものになります。ここでちょっと立ち止まって確認しておきたいのがノアエルという言葉です。無毒性量って訳されるんですけど、要するにこの量までなら成分を入れても毒性や悪い影響が全く出ないよっていうギリギリの最大量のことなんです。このノアエルの数値がこれからの安全計算の全てのベースになってきます。じゃあその安全期モスをどうやって計算するのって話ですよね。この式が見事にそれを表してて、モスは先ほどの NOAEL を SED、 つまり実際に人間が浴びる全身暴露量で割って出します。毒が出ない限界の量を実際に人間が浴びる量で割る。これでどれくらい安全の余裕バッファーがあるかがバッチリ計算できるわけです。そしてここで絶対忘れてはいけないマジックナンバーが100です。計算して出たモスの値は絶対に100を超えていないとダメなんです。人間の個人差なんかを考慮して最低でも悪影響が出るレベルの100倍は安全だよって証明しなきゃいけない。これが業界の絶対的なボーダーラインなんですよね。じゃあその割り算の分母になる暴露量 SED ってどう計算するのかっていうと、現実の製品データをどんどん当てはめていきます。洗い流すのか肌に残すのか、1日に何回使うか、肌に触れる面積は粘膜や日焼けした肌に使うものか、あとリップみたいに口に入っちゃうかもっていうのも計算に入れます。だからさっと洗い流すシャンプーとずっと肌にのせておくクリームじゃ計算の前提がもう全然違うってことを忘れないでくださいね。はい、計算の話はここまでにして、次は毒性学的な落とし穴についてです。なぜこんな面倒な計算が必要なのかちょっと考えてみましょう。
モスとか NOEL をしっかりクリアしたクリーンな処方がある一方で、やっぱり化粧品業界には見えない地雷みたいなダーティーなリスクが常に潜んでいるんですよ。内分泌かく乱物質とか鉛みたいな重金属、あと特定のフタル酸エステルや環状シロキ酸ですね。厳しい PF の書類作りって単なるお役所仕事なんかじゃなくて、こういうヤバい成分から消費者を守るめちゃくちゃ強力な盾なんです。そしていよいよ最後のトピック、厳格なコンプライアンスとラベル表示について、今日からすぐ製品パッケージに活かせる実践的なお話です。ここ、全成分表示のすっごく重要なポイントです。基本 1% を超える成分は配合量が多い順に並べますよね。でもフォーミュレーターにとって本当にありがたい救済措置が 1% ルールです。1% 以下の成分なら最後に純複量もバラバラっと書いて OK なんです。さらにメイク用品の色素、これは最後にプラスマイナスとかメイコンテインってまとめて書いていいことになってます。これがあるだけで多色展開する時のラベル作成の負担もう劇的に減りますよね。さあ、総仕上げの PF 処方最小チェックリストです。ご自身の資料と頭の中で照らし合わせてみてください。成分名は正確なイン CI 名か薬局法名を使ってますか？色素はちゃんと CI 番号ですか？濃度は WW% とか WV% で書いてますか？香料はシンプルにフラグランスなので OK です。あと、これ絶対ですが、動物実験のデータは入れちゃダメです。今は OECD の代替法に基づくデータを使うのが基本中の基本ですからね。今、化粧品業界は動物実験から完全に離れて、コンピューターでリスクを予測する新しい時代へと猛スピードで進んでいます。さて、皆さんの手元にある PIF 資料、この次世代のグローバルな規制チェックを軽々とパスできる本当の意味での準備できていますか？今日お話しした色素のルールや MOS の計算式、ぜひもう一度見直してご自身のリスク評価表を最強のものにアップデートしてみてくださいね。というわけで今回の解説はここまでです。また次回お会いしましょう。